アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。今回またボルビティス・ヒュディロティを追加するんですが、その前に水替えのタイミングでやっておきたいことがあるんで、その作業を先にします。こちらのテトライニシャルスティックです。固形肥料ですね。僕はソイルを使ってないんで、植栽した水草の周りにこれを差し込んでおきます。これアクア用のピンセットでつまんで低床に刺していきます。テトライニシャルスティックは水中に入れると一瞬で溶けるっていう話があったんですが、数秒は全然大丈夫だったんで、刺していくのに問題は特にないですね。ピンセットの使い方が下手くそなのかもしれないですけど、うまく砂に入れられない時もあったんで、そういうのはそのまま放置しちゃってます。このアクア用のピンセットは東京ペット貿易のオリジナル商品です。今のところ使いにくいとかそういうのは全然ないですね。こんな風にバリスネリアスピラリス1株の周りに4粒ぐらいですかね、どんどん刺してってます。こんな風に溶けないでズブって入ってるのがわかると思います。こっちのエキノドルステネルスの周りにもどんどん作業をしておきます。テトライニシャルスティックは目安量の記載があるんですけど、なんかこんなに入れんのかって思うぐらい結構量が多かったんで、水草の周りにちょんちょんちょんって刺しておくぐらいにしました。この量に関してはまた後ほどお話しします。この固形肥料の効果って結構長く続くって書いてあるんですけど、僕みたいな砂利だとどうなんですかね。なんか隙間からどんどん流れていっちゃいそうな気もするんですけどね。まあ、2、3週間っていうところをめどにちょっと進めてみたいと思います。結構こんな風に適当にバンバン刺しちゃってますね。水槽の水が少ない方が作業がやりやすそうなんで、このタイミングで作業しました。で、水を追加して完了です。見た目は全然変わんないんで、どうなるかは様子見ですね。で、この水草の栄養に関してなんですが、今までの作業と同じくいろいろ調べました。必要な栄養素がどうこうとか、栄養バランスによって吸収がどうのとか、光合成に関する科学的な話までいろいろあって、まあ理論としては、わかったわかったって感じなんですけど、僕の結論としては、どう活用すればいいのかよくわかりませんでした。というのも結局は水草の状態を把握できる目を持ってないと、今それがいいのか悪いのかすらわかんないですよね。で、これが初心者と経験者の絶対埋められない差だと考えてて、当然僕は初めてなんで、その目を持ってません。まあそれは枯れたりとか溶けたりすれば僕でも判断できますけど、経験をしないと結局答えは出せないと思ってます。まあこれはアクアリウムだけじゃないんですけどね。なので、水草の栄養管理については、トラブルを迎えに行くっていう方針で進めたいと思います。なんかむちゃくちゃ言ってるように聞こえるかもしれないんですけど、無謀なほど栄養分をバンバン入れたりとか、問題が起きるまで何もしないっていうことではないんで、これ順を追ってちょっとお話しします。で、何度も言いますが、僕はソイルを使ってないんで、人為的に入れた栄養分っていうのが水槽の中に何もないんですね。で、今回使ったテトライニシャルスティックで、低床からの栄養を作って、そして全部の種類が入った液肥を添加して、水中全体の栄養を補っていこうと思います。で、その時、栄養の量は指定量の3分の1くらいから始めて、1週間ぐらい様子を見て、問題がなければ上げていくっていう段階を踏みたいと思います。で、これは水草がしっかり栄養を吸収できるようになるまで、少し時間がかかるみたいなんで、それに合わせる意味と、あとはスーパーバイコムを入れたんですけど、バクテリアの繁殖自体が最初は少ないかもしれないんで、徐々に上げていくっていう感じです。で、予想なんですが、液肥の量を増やしていく段階のどこかで、藻類とかが発生してくるんじゃないかなと思ってます。で、そうなったら、その時の水草の状況に対して、栄養分が多すぎるっていう判断をして、少し液肥を減らして、発生した事象への対応を行いたいと思います。この過程をトラブルを迎えに行くっていう表現にしました。で、その中で水草の状態に異変が出てくれば、それがどういうことなのかっていうのを調べてみたいと思います。当然、あえて失敗しに行くつもりは全然なくて、まあバカなこと言ってんなと笑っててください。そんな感じで栄養面の管理をしてみます。では、ボルビティス・ヒュディロティの追加です。昆虫水の時に小さいのは入れたんですが、ずっ
と探してた大きいのが見つかりました。地元のモアアクアガーデンで水槽の奥の方にこれがあって、もう出会いですね、こういうのは。で、こちらなんですけど、でかいですよね。40センチくらいあります。葉の具合もすごい立派だと思ったんですよね。で、大きい株って売ってないことは全然ないんですけど、値段が高かったり、実物を見れない個人売買だったりするんで、ちょっと手が出なかったんですよね。これは結構いい出会いだったと思います。ちなみに1株1480円でした。これ安いですよね。で、以前も言いましたが、ボルビティス・ヒュディロティは今のところ僕が一番好きな水草です。で、画面見ても、これもう最高ですね。理想通りの品が見つかってめちゃくちゃ嬉しいです。で、いつも通り水草その前にでトリートメントして、今回は5分つけておきました。で、トリートメントが終わったら水道水ですすいでカルキなしい水に入れておきます。水草その前にの詳しい話は14番目の動画をご覧ください。そして水槽内は以前置いた小さいボルビティス・ヒュディロティを中央の方に移動しています。以前流木に4株くっつけたんですが、配置がちょっとしにくかったんで、流木を真ん中で切って2株ずつに分けました。そして買ってきた大きいのを配置します。背の高さも僕の水槽にぴったりですね。で、これは横からの映像なんですが、買ってきた時から溶岩石にくっつけてあったんで、そのまま水槽に入れちゃってます。これですね。この感じ。まだもちろん少ないんですけど、これで水槽の左の奥が結構思ってた感じになってきましたね。これがこうわさって茂ってきて、流木より後ろ側の方に立体感が出ればなって思ってます。あとは中央の方に寄せたこの小さい株がどんどん右側の方に向かって伸びていけば、僕の考えている方向にどんどんなっていきますね。最近思ったんですけど、このアクアリウムってこうやって水槽を見ながら成長していく姿に思いを巡らせる時もね、めちゃくちゃ楽しいんですよね。なんかちょっとこう伸びてきて、こっちがここまで来て、魚がちょっとこの辺で休んでくれてみたいな、なんかそんなこと考えてるのがね、本当に楽しいですね。まあとにかくいいボルビティス・ヒュディロティが見つかって本当良かったです。では今回使った金額です。テトライニシャルスティック898円。東京ペット貿易ストレートピンセット1026円。ボルビティス・ヒュディロティ1480円を2つ買って2960円。水草その前にが182円。ここまで合計で16万3264円使いました。もうすごくいいボルビティス・ヒュディロティが手に入って、水草導入もそろそろ終わりが見えてきたんですが、まだ想定している種類が全て水槽に入ったわけじゃないんですよね。次回はその辺の作業をしながら、さらに生態を導入します。もう何入れるか大体わかりますよね。それでは、また。